皆さんこんにちは、福良美恵です。今回もミエログご視聴いただきありがとうございます。今回はですね WBC の準決勝そして決勝の様子をお届けするんですが、その前にですねせっかくマイアミに来たので、まずはですね美しいビーチだったり街の雰囲気を皆さんにシェアしたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。今ビーチに向かっております。もうすでにめっちゃいい天気だし、気候も最高。なんかかといってそこまで灼熱というわけでもなく、最高の天気です。なんか人が増えてきた。さあご覧ください。こちらがですねアメリカフロリダ州マイアミビーチです。いろんな歌とかね歌詞にもなっているマイアミビーチ、実際に足を踏み入れることができましたね。ここで WBC の決勝やってるんだって、なんかちょっと不思議な感覚なんですが、とってもいい天気で最高の気分でした。このようにですねビーチマットだったりベンチだったりパラソル置いてあってビーチでゆっくりすることができるんですが、なんせ私は何も持ってきていなかったので、ただただビーチで行ってフラフラしてただけでした。マイアミビーチにやってきました。めっちゃ気持ちいい。めっちゃ風強い。海辺に来たらちょっと風の雰囲気が変わりまして、ちょっとひんやりした風が吹いてます。昨日大雨だったんですけど晴れてよかった。今日最高。ちょっと暑すぎたんでビーチからは撤収して、今からちょっと気になってるアパレルブランドアリツィアとか、ちょっと Google マップでですねピン立ててたカフェに行こうと思います。めっちゃ一瞬しかビーチってないけど、もうベトベト。野球見に来ることしか考えてなかったんです。ビーチマットとか用意してなかったな。でもなぜか水着は持ってきてたんですよね。今着てないけど。そして次の目的地に移動します。窓の外を見るとですね、これでもかっていう大きな別荘とフェリーがたくさん並んでおりました。一体いくらぐらいするんでしょうかね。モノレールに移動して、モノレールでショッピングセンターに向かいます。こんな感じでですね、ダウンタウンにはモノレールも走ってるんですよ。先ほどのビーチとは違ってガラリと雰囲気が変わりましたね。一気にシティです。今からブリッケルシティセンターというですねモールに行きます。めっちゃでかい。そしてトイレに行きたいのでお互い帰りたい。セフォラもビクシーも見えます。外観はですねターバンみたいなやつをジムの時につけたいので、お友達とミカが持ってたんでお揃いにしました。なんかアリツィアの場所探してるんですけど見つからなくて、タッチパネルも機能してない。マップではいっぱいって書いてたのに見当たらない。ここなんか好きなブランドがたくさんあって1個にまとまってるんで買い物めっちゃしやすいですね。ここはありがたい。アリツィアプロデュースのカフェみたい。
なんか日本にいる時はあんまり抹茶飲まないんですけど、海外に来たら抹茶飲みたくなりますよね。わかります。なんか海外の抹茶の方が美味しく感じる。海外にいるからかもしれない。美味しい。すっきりするの。休憩して買い物行きます。暑い。ホールフーズに向かっております。なんかもう汗でテカテカだ、顔が。ここにあるはず。ちょっともう外食をする気がないので、ホールフーズマーケットで食料を調達いたします。はい、マイアミの街を散策してたらですね、大好きなホールフーズ見つけたのでちょっと寄り道です。海外に来たらスーパーは欠かせませんよね。綺麗に陳列されてますね。かわいいなあ。そしてこれメラトニンが入ったグミ、これ大好きで今も飲んでます。他にも水だったりで、あとフルーツとかいろいろ買ったりしました。この時はですね、なんか時差ボケがひどかったので夜中とかに食べるお菓子とかを見てました。結局この日は冷凍ラザニアとカクテルシュリンプとちょっとしたフルーツを食べましたね。さて再びローンデポパークに戻ってきました。この日は準決勝イタリア対ベネズエラセミファイナルです。目の前にはイタリアを応援する素敵なファミリーがいらっしゃいました。イタリアが準決勝なんてすごいみたいなね、SNS がたくさん投稿されていて、私もイタリア国として本当に大好きなのでどっちも応援しておりました。さあ球場に入りました。このようにですね、ベネズエラの素敵な夫婦が踊っております。サルサ踊っております。さあこちらはですね、ベネズエラの応援です。なんかね、連日こういう応援見てると、昨日見たドミニカの応援と今日見てるこのベネズエラの応援、使ってる楽器もちょっとずつ違うので、やっぱり国によって違うんだとは思いましたね。何回も見てると違いが分かってきました。さあそしてちょっと散策していると、お友達発見しました。ドゥン。おはようございます。おはようございます。Vlog お疲れ様ですね。連日お疲れ様です。ルークさんです。すごい。続いてはお友達に連れられてプライベートラウンジにやってきました。さあここではお酒とかスナックとか食べられるんですが、このようにカラーリングされたボール、WBC のロゴになってました。かわいい。サロンっていうんですか、お菓子がたくさんあるコーナーにやってきました。これ皆さんご存知ですか？7回に流れるこれ歌詞にも出てくるクラッカージャック、これあります。ちゃんと他にもですね、ドリートスだったりレイズだったりポップコーンもありますよ。Look at this. Roll Park home of this classic. 2013年とそして2023年、中南米のチームがたくさん出てるってこともあって、やっぱね、アメリカの中でも中南米に近いこのマイアミで開
過去4回開催されてしっかり刻まれておりますね。さあいよいよ決勝の日です。チーム USA 対ベネズエラ、しっかり見届けます。ラテンなソングを聴きながらですね、試合中はペパロニピザをいただきました。そして WBC の新しい帽子ゲットしました。かぶりながら応援します。そしてチーム USA のキャプテンアーロン・ジャッジ選手、この距離で見られるなんて本当に幸せ。試合はですね、応援自体の声は大きいんですが、試合内容は想像以上にやっぱりハイレベルということもあって静かで、重い空気の中進んでいきました。両チーム譲らず淡々とイニングが進んでいきます。ここまで勢いよく勝ち進んできたベネズエラの圧倒的な応援がやっぱり印象的です。だんだん試合も後半になるにつれて盛り上がりがすごくなってきました。そして後ろにいたベネズエラの応援隊もすごく仲良くなりました。ついにですね、今大会圧倒的な力で勝ち上がってきたベネズエラが世界の頂点に立ちました。準々決勝で私たち日本代表侍ジャパンが惜しくも敗れた相手、その相手彼らがですね、歓喜に沸く姿を見ていると、悔しい気持ちもあるんですが、またちょっと違うどこか感慨深い思いがありました。そして前回大会に続いてあと一歩届かず準優勝となったチーム USA なんですが、テレビとかね、会場のモニターではベネズエラの選手多く映ってたんですが、ここマイアミではですね、アメリカのスター選手たちがこの悔しい表情をしているのを見ると、この大会が持つ重みを感じました。そして数年前、3年前はここに侍ジャパンがいたんだと思うと、そのね、世界一取ることの難しさを、そしてその尊さを実感しました。さあ、そして、5日間お世話になったマイアミでですね、最後の夜打ち上げに来ました。素敵な出会い、そして感動をいただいたマイアミに感謝です。さあ、そしてここから日本に帰ります。ありがとうマイアミ。
そしてご覧いただきありがとうございました。